こんにちは、ロック204チャンネルです。今回の動画では、M5 スティック C プラスのシリアル出力を Python で受信するといったタイトルでお送りします。この動画では、前回の M5 スティック C プラスの UART を使用してみるの続編となります。前回の動画では、こちらに示す装置を使用し可変抵抗よりの電圧変化を M5 スティック C プラスで測定し、結果を UART 機能を使ってパソコンに送信するプログラムを紹介しました。今回もこの装置を使用します。こちらは M5 スティックに配置した UI フローで作成したプログラムの前半となります。詳細は M5 スティック C プラスの UART を使用してみるの動画をご参照ください。こちらはプログラムの後半となります。今回紹介するのはM5 スティックよりのシリアル出力を USB ケーブルを通した Windows PC に受信し、PC 上の Python プログラムによってグラフ化するプログラムを紹介します。プログラムは VS コードを使用し作成しました。最初にシリアル通信に使用するモジュール、シリアルとグラフ化するためのモジュール、Matplotlib をインポートします。そして5行に示すようにシリアルモジュールを使用し、シリアル通信のポート番号ここでは、COM4 と通信速度 9600bps を設定します。またタイムアウトを5秒として設定しました。このポート番号はパソコンの状況によって変わりますので、コントロールパネルのデバイスマネージャーなどで確認してください。次にグラフの準備をします。PLT.ion で描画モードをインタラクティブモードとします。これはプロットした時にリアルタイムにプロットできるようにするための設定です。そして X 軸のラベルを No、Y 軸のラベルを AD アンダーラインバリューとして設定します。このスライド以降がホワイルループとなります。14行で変数データにシリアル通信の受信データを1行取り込みます。このデータの中には、データ番号 No と AD 変換された値 AD アンダーラインバリューが含まれています。またデータの開始時がスタート、終わりがエンドの文字が含まれています。16行の if 文はデータの終わりにエンドを受信した場合にループを抜け出すブレーク命令を配置しています。20行の if 文ではデータにスタートという文字が含まれていた場合の処理です。ここではスタートは AD 変換データではないので No0、AD アンダーラインバリュー No に設定し、コンソール出力としてリードスタートと表示します。また X 軸、Y 軸の表示範囲を24行、25行で設定しています。それ以外の場合、つまり AD 変換データであった場合の処理が27行から29行にわたって記述しています。27行では、データをカンマで区切ってリードアンダーラインデータにリストとして格納します。つまりリストの最初の要素として、No次の要素として AD アンダーラインバリューをリストに格納します。28行は、変数 No にリードアンダーラインデータの最初の要素を整数変換し格納します。また29行では AD アンダーラインバリューにリードアンダーラインデータの1番目の要素を整数変換して代入します。32行の if 文では条件として変数 AD アンダーラインバリューの内容が存在する場合を設定し、32行で条件が成立した場合、X 軸のデータを No、Y 軸のデータを AD アンダーラインバリュー、マーカーの色をブルーでグラフデータとして設定します。そして36行でグラフにプロットします。37行では 0.01 秒時間を置き次の処理に移行します。40行、41行はホワイル文外の記述でグラフの処理を終了します。以上で Python プログラムの説明を終わります。それでは実行状況を見ていきましょう。こちらが可変抵抗を操作した時のデータを PC で受信したグラフです。ご視聴ありがとうございました。